こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック39になります。今回は前下がりショートボブをカットします。バックセクションを A ラインに取り、床に平行にカットしていきます。この方法を覚えると、いろいろなデザインを作る上で便利に使えます。前下がりボブは世界でも人気のヘアスタイルです。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。今回は A ラインスライスに取り、床に平行にカットする方法で前下がりボブをカットしていきます。まずこのように前頭部と後頭部を分けます。分けたらまずは横から見て顔とのバランスを確認します。またバックのポイントをどこに置くと綺麗なシルエットになるかを見ます。バックセンター、トップの長さをどのくらいにするのか確認してからカットしていきます。まずバック中心で分けて A ラインスライスに取ります。ボンのくぼあたりから三つ襟に向かって三角ベースに取ります。この場合は襟足を薄くしたい場合など多くこの方法を使います。このように A ラインのスライスに取ります。次に横から見てパネルの角度を持ち上げてカットします。はじめはイメージより少し長めにカットして様子を見ます。そうすることでグラデーションにカットされます。ダウンシェイプしてみると襟足の生え方によりアウトラインが左右変わります。そのような毛流れを確認して、それからイメージ通りの長さにカットします。後でも良いのですが、襟足のアウトラインの傾きをナチュラルシェイプでカットして修正しておきます。次のセクションも A ラインのスライスで分けます。パネルの厚さは2センチぐらいでしょうか。パネルを厚く取ると長さの誤差が生まれますので、この長さの場合、このぐらいの厚さに取っていくのが良いでしょう。次は毛束の上の角度を45度ぐらいにキープして、下のガイドに合わせて床に平行にカットします。はい、この角度をキープして両端をカットしていきます。この段階ではバックに引きカットしていますので、両端は前下がりにカットされます。ここの角度ですが、初めは急角度でしたが、上に行くに従ってこのように平行に近くなっていき、初めこうでしたが、こうと鈍角に変わっていきます。今回はそぎでポイントが上がりますので、この段階ではパネルの引き上げ角度をあまり上げません。はい、次のスライスラインに移ります。耳の付け根の上あたりを目安に取ります。はじめこうでしたが、こうと鈍角に変わっていきます。床に平行にカットします。バックセンター、ここの幅を三つ襟幅くらいを取り、床に平行にカットします。このようにセンターでカットし、次のパネルは引き上げ角度をキープして、次はここ、その次はここといったように引き出します。極端に前下がりにしたい場合は、パネルの引き出しは一定方向に引きカットすると良いでしょう。はい、次のセクションを取ります。
次からは頭が丸いのでバックセンターに引くのではなく、少し放射状に自分の体の位置も移動してパネルを引き出しカットしていきます。上の方のパネルはこの頭の丸みに沿ってこうとパネルを引き出し、自分の体も移動してカットを進めます。センターでカットしたパネルの引き上げ角度はキープしてガイドに合わせてカットすることは変わりません。反対側も同じようにパネルを引き出しカットします。はい、両サイドの長さの確認を時々行います。最後のセクションをカットします。前頭部と後頭部を取り直します。最後のセクション、この真ん中の部分はバックにまっすぐシェイプして床に平行にカットします。次はこの頭の丸みに沿って放射状にシェイプしてカットしていきます。そうするとここにガイドが見えますので合わせてカットしていきます。次もこの頭の丸みに沿ってフロントサイド方向にシェイプしてカットします。反対側も同じようにカットします。はい、これであまり極端でない前下がりのカットができました。もちろんバックポイントも上げることもできますが、チョップカットで仕上げることを想定してウェットではあまりポイントを上げません。次はフロントサイドをカットします。ワンパネル目はバックサイドまで深めにブロッキングラインをこのように取ります。まずは真下にシェイプしてワンレングスにカットします。パネルの引き方はバックに引くのではなく真下かもしくはやや前方方向に引き、この流れはこのようになってますので確認してカットします。次のセクションもバックの流れを見てガイドに合わせてカットします。トップセクションも同じ要領でカットします。次に第1ブロックを取っておきます。反対サイドも第1ブロックは同じように取り、反対サイドと同じようにここの流れを見てカットを進めます。この段階で左右対称かどうか確認します。少し長かったのでカットします。あとは同じ要領でカットを進めます。
次はバックから縦スライスに近い斜めスライスラインを取り、バックで作ったグラデーションをガイドにフロントサイドへと段差をつけていきます。このように次もカットを進めます。これで後ろからの流れ、フロントサイドもグラデーションが入りました。前から見ると丸みが出ます。反対側も同じようにカットしていきます。次にサイドでできた段差を確認してから前髪部分を瞳の中心部分で分け取り、両指で挟み床に平行ぐらいに引き上げ垂直にカットします。前髪とサイドをつなぎます。今回前髪長めのスタイルにしておきます。次にアウトラインをチェックカットします。A ラインスライスで床に平行にカットしましたが、縦にスライスを取ってみますときれいにカットされています。問題なく切れています。このようにきれいに切れていれば正解と言えます。これはスライス幅をあまり広くしすぎないことがきれいにカットするコツです。襟足のアウトラインをカットします。ウィッグの場合、ハサミの刃先が入りにくいので、刃先を使ってチョップカット風にアウトラインをカットしていきます。ウェットでのいい感じのポイント位置でカットが仕上がりました。では乾かしてからバックのポイントを上げながらソフトな柔らかさを出していきたいと思います。はい、乾かしましたのでチョップカットとそぎを行います。まずバックセクションから分け取ってチョップカットしていきます。
バックサイドも毛先をチョップカットしていきます。反対サイドも同じようにチョップカットします。フロントサイドもチョップカットしていきます。反対サイドも同じようにカットしていきます。次に襟足の中間から毛先に向かってそぎを行います。毛先の表情や流れを出すようにチェックカットしていきます。中間部分もそぎを行います。フロントサイドもみあげ部分が特に重たいのでそぎを行います。
反対サイドも重たいところを削ぎます。前髪部分の毛先を少し削ぎます。できましたらフロントサイド部分スライドカットをして毛束感を出していきます。当然反対サイドも同じようにします。全体のアウトラインをチェックカットをします。はい、これで削ぎの終了になります。体感と毛流れ、毛先の表情を確認しながら仕上がりになります。はじめはシンプル仕上げです。次に少し髪を動かしたアレンジ仕上げです。はい、仕上がりです。はい、今回は前下がりのショートボブを A ラインスライスでカットしました。はじめに正確な土台のカットをしっかり行い、ドライにしてから毛先の表情や軽さを出しました。ドライカットで毛艶や手ぐしによって自由にいろいろな表情が見せれるようにカットしています。A ラインスライスでパネルを引き上げ床に平行にカットしました。ポイントはスライス幅とパネルの引き上げ、そして引く方向によってデザインをコントロールすることです。覚えておくといろいろなスタイルに使えます。前下がり具合やパネルの引き上げ方によって変化します。試してみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。